おお、えらいことになってる。誰もが見過ごしがちのこのカウルトップパネル。洗車の時などは濡れて目立たなくなるからな。いや中はもっとひどいことになってる。新車から5年、これはミスったね。まあ気づいたのをよしとしてもほっとけないので、リメイク DIY リカバリー復活させます。やるっきゃないっしょ。
わあ、全く別物、新品のパーツみたい。雰囲気がガラッと変わりましたね。今回の DIY やってよかったです。こんな簡単にここまでできれば十分です。高望みしてもなんともならない。所詮貨物車だからね。劣化した樹脂部これで解決なんていう謳い文句につられて使ってきたけど、どれもこれも一時しのぎ。購入資金は雨水に流れてその場しのぎ。釣り込んだお金は水に流れるその積み重ね。バカバカしい。もうやめましょう。今回のこの方法だと、そもそも樹脂本体の保護が完璧で強力に劣化を保護しますので、さらに見栄えもグレードもマシマシになり、最良な方法だと自負いたします。各車両各ユーザー様の多くが施工されております。施工方法は多岐にもよりますが、樹脂の劣化予防にはこのような施工法が良いのではないかと実感いたしました。強要をするものではありませんが、おすすめできる一つの工法でもあります。上塗りして塗膜をつけることで樹脂部の劣化は予防できます。塗装の乾燥などで2日ほどはかかるとは思いますが、時間が取れるときに余裕を持って施工されてはいかがでしょうか。カウルトップパネルの取り付けはこれで完了となります。あとはワイパーを定位置に取り付けていきます。ワイパーは外すときにマスキングで位置を決めていたので、取り付けは簡単で調整を迷う手間が省けます。いかがだったでしょうか。効果が持続しない樹脂面復活剤にお金をかけるより、低予算で完全に樹脂面を保護しながらグレードもアップし、もう新車衣装かもと仕上がりのクオリティにびっくりしますよ。